相場を混乱に陥れた悪のトランプ政権、関税の誤解で売られてしまったインカムで持っておきたい、確実に拾い集めておこうという銘柄。機関投資家の萎縮と需要の心配。4月4日の時点、これは後で説明する銘柄なんだけど、空売りの比率っていうのは、この時点で、38.5%。これは直近3月下旬の空売りの比率 50% から 60% 台からの明確なポジションの減少していく。下げるって分かってたんだよね。そして注目すべきっていうのは4月4日の時点で株価が減少のトレンドの途中だったにもかかわらず、この利益確定の、ここの左のものを見て分かるんだけど、買い戻しをやってるんだよね。60%。いやもうそこは底値だから切り返していこうって言って、そこに陽線があるじゃない。赤い、僕が引っ張ったやつ、真ん中の。そこから上げていこうって思ったはずなんだよね。でも機関投資家もそういうミスするんだろうなと思って、珍しいパターンだな。で、4月7日にそんなに落とすとは思わんかったと、何やってんだお前はみたいな感じになって萎縮したのが分かって、そこから積極的なトレードを行っていないんですよね。3月の27日、この1943円のトップ、ここで空売りの仕掛けの起点、空売りの増やしていて、ここは分かるんですよ。今までそこまではコントロールできていた。で、4月4日で切り返すだろうと思って、そのボトムのところ、長期移動平均線の青いところをそこで切り返すのが一般的じゃないですか。で、そこで切り返していこうと思ったのに、海外が売ってきて、で、めちゃくちゃ損失出したと思うんですよね。で、ここから見えるっていうのは確認できちゃうのが、リスクの回避を優先した結果、最大の利益を逃しちゃったっていうところを機関投資家が、担当者がポジションを減らしすぎたっていうのもある。そういう可能性っていうか、見てわかる？機関内部で評価が落ちた。お前何やってんだよって。ここトランプが関税仕掛けたんだからもっと下げるに決まってんだろうって怒られて、じゃあ誰も責任取りたくないから、みんないろんなところ調べたんだけど、空売りのポジションっていうのが非常に曖昧なんだ。いつもは週に1回の更新ペースなんだけど、7年間僕が投資をやっていて、今回だけは、いや、ここはね、攻め時で、ちょっと1日とか1週間ずらしてたら、機会損失だなって、適切に分析毎日やって、で、切り返しを地点で、買いだって入れないと、ここダメ。ちょっと、スイングをやってるんだけど、ここは割と神経質にやらないとダメ。で、現在ではキャッシュポジションっていうのを厚めにして、防御の体制を取る。信用の取引っていうのも、僕はほぼやってないかな、イオン除いて。で、現物を固めようと思った。で、現物もちょっとね、もっと買いたいと思ったから、貯金から持ってきた。で、僕だけじゃなくて、全ての投資家が感じることだと思うんだよね。でも、結局は、今自分の責任で決断を下さないといけない。誰かの YouTube を見て、同じことをするか。でも自分で考えられなかったら、成功を意図的に繰り返すことはできないし、失敗を危ないと思わず、もう一回やってしまうっていう。だから今回は自分の頭でちゃんと考えて行動に移した方がいいよね。移していこうというわけ。で、今回分析した。ついでに、作った分析したチャット GPT に聞いた。確認も行った。じゃあこれを共有しようって思ったんですよね。こんな感じで Twitter で、追奨なんかやらなかったらよかったとか始めたばっかりで、こんなに損失出すなんて思わなかったとかね、いろいろ書かれてるんだけどね。もうそんなギャンブラー、パチンカスと同じだってやめちまえって思っちゃうけど、自分に力量もないのに、信用って背伸びと一緒なんだよね。加速させる。それは資産も増やしていくのもそう、下落させるのもそう。だから本当に石橋を叩いて、検証してから信用は僕はやってるんだよね。だからそんなに損失出すことってなかった。50万損失出したけどね、今月。で、僕が、とにかくね、今回感じたのは、機関投資家が先導してるっていう感じじゃなくて、翻弄されちゃっている。日本の市場のコントロールが効いていない。実験を海外に取られているような、そんな印象です。それでもやっぱり機関投資家の考えを読み解くことは超重要で、彼らはプロとして僕よりもやっぱりね、プロですし、少なからずね、株価に影響を与えているっていうかな、もう先導して、いつもだったら先導していくんですよね。個人の投資家よりも圧倒的に情報量も経験もある。だったらそれに合わせていった方がいい、資金も上っていう。だからこそ彼らと同じ方向に動くのが僕のスタイル。感情じゃなくてロジックと需要の流れに身を委ねる。それが投資歴7年の今も変わらない僕の判断基準なんだよね。今までの投資教科書に載っているものっていうのは、業績が良かったから上がるであろうとか、これは人気だから上がるであろうみたいな、憶測に過ぎなかった。それってあなたの感想ですよねって。それを結局は買いたい人が集まってきて、それを感知できるから株価が上がって先回りできる。膨大なデータを見る必要があった。それを時代が AI で情報だ、莫大なデータをね、分析できるようになって、こんな感じでね、自動でやってくれるんだよね。これは革命なんだよ。この設定は明らかに勘じゃなくて、再現性の重視の設計図。特にリスクの相対利益考慮と、
だから後半に話すけど、扱えない人ってどんどん廃れていくし、ね、低スペックのパソコンで高スペックのパソコンに勝てない。だから幅を利かせてニュースだけを読んでる株系チャンネルって僕はほとんど気に入らないんだよね。過去の栄光にすがりついたおっさんが猛録してニュース読み上げてるだけって僕は意味わからんことをこいつ言ってんなと思うんですよ。適当なこと抜かすなって。まあいいや、そんなことは置いといて、先に行きましょう、早速。それでは今回は2銘柄説明していくよ。証券番号8058三菱商事ではどうしてこの銘柄を選んだのか。この銘柄というのは日本、アメリカの関税の合戦に直接関係しないということが分かりました。今回の米国相互関税の話題、確かに市場全体にとってはネガティブな材料なんだよね。でも三菱商事に関してはむしろ逆に安心できる銘柄で、理由はシンプルで、決算資料を分析して、その結果なんで、このアメリカの事業って主に現地のインフラやエネルギー関連の収益が中心とされている。つまり、アメリカ国内で完結するビジネスが多い。わかる？ということは、行き来していないアメリカで完結する。国境を越えて物を輸出しているわけじゃないから、今回のような日本からアメリカ間の関税の合戦に直接関与してない。むしろ、株価が一時的に資金流出で下がっているんだったら、すごい割安やんって、いいの買っとくって思うんだよね。要は、資金が抜けただけでファンダメンタルには影響ない。だからこそ、今の三菱商事っていうのはお得な銘柄。だから押し目買いのチャンス。逆に僕が得意だった、自動車銘柄のやつは、収益が今後下がっていくだろうって明白だし、トランプ関税がもろに20何%かかってくるわけだから、絶対に触っちゃいけない。もう僕、車好きだけど、触れない。諦めしかない。で、資料を分析しても、アメリカの相互関係の影響は、自動車メーカーと比較して、もう明白。かなり影響力が皆無判断して割安になるんだよね。だから、自動車の銘柄は下がって当たり前なんだけど、この三菱商事が同じだけ下がるっていうことはおかしいんだよね。今回の相互関税の話題で自動車メーカーや輸出関連銘柄がバンバン売られている。でも三菱の商事っていうのはその川の外側にいる銘柄で、三菱商事の米国ビジネスの中身見てみると、主要なものは北米の不動産の事業とか、北米のシェールガスとか、エネルギーのインフラ。で、日本までね、そのパイプ伝わってるかっていうと、まあ違うよねって。それらの事業ってアメリカ国内で完結する、いわば現地消費型ビジネスなんだよね。つまり輸出を伴う貿易の構造ではない。で、結論、関税リスクの影響はほぼ皆無。だからこそ今回のような北米間の関税のバトルの中に、三菱商事の実態の利益ファンダメンタルズに一切関係はない。むしろ市場全体が売られていて、まあこれも売るか、みたいな投げ売りで。いや、関係ないからこの銘柄って、本来の価値より安く放置されているお得な銘柄っていうのは、お分かりいただけただろうか。と、自動車メーカーとの比較で明確に見えること。輸出依存度が高いトヨタとかホンダは関税一つでとか、為替が1円で何百億円とか変わるんだよね。でも、三菱商事はアメリカの中で回っているインフラ系の売り上げが中心。つまり同じ総合商社でも、三菱商事っていうのは関税リスクに強い構造になってたんだよね。で、まあこの三菱商事を分析する価値があると思って分析していこう。こいつは買うのに値するか、誰がこいつを株価をコントロールしてるか、株価チャートの現状と特徴。現在の株価は、まあ僕が分析したところ比で2466円。3月の中旬から一時的に下落して、で、なんかあれだけウォーレン・バフェットがね、商事株買ったみたいな、買うよみたいなみんな買って、で、3月19日に2442円をつけて、まあ上がっていくのかと思ったんだけど、こんな下がるってね。結果的には次の反発に向けた構えの段階なんだけど、このテクニカルとかファンダメンタル、この相場に関しては全く意味をなさない状況。で、結局、みんなと同じ方向っていうかな、株価をコントロールしてるやつに合わせる必要がある。まあ、孫子の兵法もそうだったけど、自分のタイミングはおこがましいんだよね。相手にタイミングを合わせろと。じゃあ、受給のポイント。信用買いが300万。株があって7万株減少した。短期利益の影響で売り圧力としては、まあ300が307、から7減ってるわけだから、まあすごく限定的だから、まあほとんど無視していい。で、信用の売り算10万株が増えた。これはまあまあ意識した方がいい。個人投資家による逆張りの売りが入っている状態。まあもっともっと売れるだろうってね。だから、退場します。信用買いなんかしなければよかった、みたいなツイッターをよく見かけますね。お前向いてねえって。空売りの比率はピークだった 52% から、現在は 27% まで大きく低下している。一見すると売り圧力が大きく後退したようにも
まあ問題な、大切なのはその差なんだよね。まあ僕が昨日っていうか4月7日が 22% だったことを考えると、そこから 27% へ少し増加しているっていう、ちょっとこっからまた下がるのではとか、まあ中途半端なポジションを持って売るかな、買うかな、どっちくっつかずのスタンス取ってるんだよね。僕が感じたのは今回のチャートは機関投資家が先導している感じはなくて、むしろ実行権を海外に取られているようなそんな印象で、市場の日本のコントロールが効いていない、主導権がぼやけてるチャートの動きになってる。個人がそれぞれどう思ってるかっていうのはわからないから、機関投資家の考えを読み解くことで、まあ、同じ方向に動くっていうのが、まあ、みんなのスタイルっていうか、まあ、ここを普通の、なんていうかな、僕のレベルの投資家だったら、方向を合わせていって、逆張りで儲かるっていう、逆張りはほとんどもう無理だよね。空売りバーサス押し目買いの綱引きの状態になってるのが、受給の今の状態。一方で、左の配当利回りを見てもわかる通り、4% を超えてるんだよね。だから、長期の機関投資家が買う要因、インセンティブにもなっている需給のバランスっていうのは、やや買い優勢の兆しがあるのかなと僕は思う。そりゃそうだよね。一時的に売られても、この銘柄に売られる理由なんてないから、配当の業績の良さ、総関税の影響がない銘柄と市場が認識されるのに従い、現物を売り渡さない機関投資家とか、個人投資家、まあ僕みたいな人たちがいるから、NISA で持っとけば、長期で持っとこう。もうこんな動くくらいだったら長期で現物で持っておこうっていうね。そうすると、売りの需要っていうのが枯渇してくる。まあ特にこういう銘柄だと。つまり、株を買っておきたい人数の方が多いってこと。今後の株価のシナリオ。三菱商事の株価は3月19日の高値2842円をピークに大きく下落した。4月7日にはそこをついてるけど、まあまた下がるのかなみたいな。その短期間の間に、なんとね、20.6% の大幅下落した。まあ確かに僕の全財産も 20% ぐらい下落したね。下げ幅、アメリカの相互関税のニュースの影響によるパニックの相場そのものだな。けど、まあ僕みたいな思ってる人たちが大勢いるっていうのが、まあわかる指標がこの上を見てわかる通り、信用倍率が 30.89% あるってすごいよね。買いたい税30倍いるってことだよね。売り税より。絶対これ関係ない上がりやろみたいなやつがすごく多いっていうのがわかる。だから正直今僕もう200株持ってる。で、思い通りにいったらもっとね、買い増していこうって。本当にね、一発で決めるんじゃなくて段階的にね、我慢強くやっていかないといけない。はい、これ買ってもいいなと思ったから僕はピックアップしたし買ってる。だからこの状況は買いと判断している。とはいえ、今の相場っていうのは正直誰が先導しているのかが見えにくい。機関投資家ですら統一された売買の姿勢ではなく、どこかパニック的な空気があって、全体がぶらついている。もっと正確に言うなら、売りと買いが中途半端。だから僕の戦略はこう、今は全力じゃない。半分のポジションを取ってどっちでもいいって。値上がりしたんだったら持ってる分が上がっていく。で、値下がりした時は余力を使って買い増していく。損失を回避する。損切りをちゃんと徹底するっていう。実際僕自身も今回50万円の損切りをしてキャッシュポジションを厚してきた。でも株を持たなきゃ反発してもリターンっていうのは得られない。何もしないってことは外損失なんだよね。一方で全力投下すればいいかっていうと、加減を知らないのツイッターで信用取引しなければよかったみたいな善意になってしまう。そんな奴らにはならないでおこうっていうね。まあ僕はそういうミスはここ最近一回もしたことないね、今年は。で、今は慎重な買いで回復の波になるタイミングだと思っている。すべての判断は自分の責任で、でもそれこそが投資家の醍醐味なんだよね。だから僕は少しずつでも進みながら、しっかり未来をつかみに行くぞ。外部要因である市場の分析、相場全体のエネルギー状態はどうなっているか。これを見極める上で超重要なのと、いろんな株の銘柄で、まずは、他のチャンネルでこういうのがあるけど、ニューヨークダウアーとかニューヨーク市場がなんとかなんとか、トランプがなんとか言ってるのか、みたいな。で、日本の日経平均がこれで、みたいな。それで、読み上げるのに10分ぐらいかかるって。もうそこいらないよねって僕散々AI とチャット GPT で、そこいらないねって、結論に至ったからもう見てない。あと、それを見てなくても、そんなパフォーマンス僕が高いっていうのが分かったから。で、僕は結局、騰落レシオの活用をすればいいと。これだけ。騰落レシオは上昇銘柄と下降銘柄の比率を示す指標で、相場が過熱しているか、逆に売られすぎているかっていうのを見極めるツール。実際の数字を見ると、4月8日の時点で騰落レシオっていうのは88。短期的なものは40代とか、7日の時なんか 17% に下落してる。すごいよね。こんなの僕見たことない。
この水準は売られすぎのゾーンに近い。つまり相場全体が下がりすぎている状態。これみんな見てわかるよね。下がりすぎている。これは裏を返せば反発の可能性が入るよねって言って、底値ハンターとかね、割安で買っときたい、差し値で注文しておきたい株主優待税とかも大好きな局面だと思うよ。でも、まあ、少し、これ、今回は複雑で、騰落ですよっていうのは確実に下がっていってるけど、去年の底値とすれば、去年もほら、8月に下がった時があったじゃない。でも、そこまではまだ下がってないんだよね。つまり、それがそこなのか、そういう体制があってね、もうここから上がっていくのか。それとも、去年はあれだけ下がった、もっと下がってるんだから、今回ももっと同じくらい下がるんじゃないかって。実は、機関投資家ですら判断しきれていないっていうのが今の現状なんだよね。で、小春小抜の視点のまとめとして、今の相場はエネルギー切れのように見えて、どこかで再転化しそうな雰囲気もあるっていうか、まあ、すごく相場が不安定。現金をみんな持ってるので、どっちにでも行けるぞって、もし動き出したらすぐ飛びつくことができるぞっていうような状態だから、すごい相場が敏感になってるね。でもベストを尽くしていくしかないよ。投資戦略アルゴリズムの注文。結局、あれやこれや分析して、僕だったら2500円だったら、買ってもいいなって。とりあえず200株買う。信用買いで倍買うっていうのは、今の状態はすごく不安定だから、もっと手堅く慎重に行うべきだと思って、信用はやめて現物だけにしてみた。で、現物は資金がだいぶ少なくなってたから、現金で100万円投下して、なんとかね。で、長期で、インカムゲインっていうの配当金で、長期で株を持つというスタンスになってるから、損切りライン、トレーディングラインがそれぞれ広がっていってる。特徴的なのはこのトレースの幅、ボラティリティが 3.5 に対して、それが2日分だから 6.5。短めにはしてるけど、それでもだいぶ幅があるよね。現地2000円にしたけど、これは本当に緊急事態だよね。こんなことはないとは思うけど、どうなんだ？で、上限が2842円。これは3月19日のピークだね。で、ここは上がってきたらもう回復したんだからもう買い増していってもいいんじゃないかとは思うね。とにかく200株僕はエントリーしました。で、すでに持っていて、で、次に、2個目に話す銘柄と選ぶのもだいぶ変わってきました。だから型がだいぶ攻めの銘柄から防御になってるかな。ディフェンス銘柄になっている。僕はこれ損切りラインとか、トレーディングラインとか、でも僕は楽天証券だからこれできって、で、みんな見てるだけでもう飛ばそうとか、やってない人がいるみたいな感じなんだよね。コミュニティに入ってる人もそうだけど。で、ちゃんと損切りしてたら、この暴落で現金のキャッシュを多く持ってたよねって、あれなんでまだまだダラダラ持ってんのかなって。だから、ほんとこれ必要だからね。無意味なこと僕言ってないもんね。っていう僕のためのアルゴリズム設定だから、これはなくす気は絶対にない。で、これまでいろんなことを言ってきたよね。需要のタイミングとか、機関投資家の信用買いから売りの比率の変化からこれどっちつかずじゃないのとか、あと個人投資家が買いたいと向かって信用倍率が30倍で、買い需要売りが枯渇していって株価上がりやすい状態になるんじゃないかとか、じゃあそれ分析して考えたやつ、どれくらいの IQ 持ってるのって聞いたんだよね。そしたら実行型 IQ。の設定が高速かつ的確。高速化は、チャット GPT で行ってるけど、そういう明確な設定をしないといけない。これは鉄則だよね。適当にやるとかめんどくさいからもう今回は、買うだけとか、もうそんなの絶対にダメ。で、分析型。もう僕は結構ね、分析すごく趣味で好きなんだよね。大学の時も誰よりも一番研究熱心で、みんな遊びに行ってもやってたし、お昼ご飯食べてる時でも考えてたしね、土台から作り直したし、設計はできなかったから、おじいさんに頼んで一緒に巻き込んでやっていったみたいな。で、割と論文に使わせてもらったりとかしたかな。すごいいいデータだよってで、これは分析型でチャートの需要、市場の心理まで統合して最適解を導く力。それが135から145。高いすごい。上位 0.5%、1% ぐらいの。で、戦略的知性、ストラテジーシンキングっていうのかな。これが140から150。こっちの方が高いのか。機関投資家の空売りポジションやボラティリティ統計の活用、アラートの戦術から推察か。割とね、精神疾患なので、割と僕の得意な方はこれなんだよね。低いところは多分障害者の域の70とか、お前頭おかしいよとか言われる領域なんだよ。たまたま株を分析する力がこんなに高いっていう。知らなかったんだよね。だから会社員やってなくてよかったよね。では次の銘柄に行きましょう。証券番号2730エディオン。この銘柄どうして目をつけたのか。で、概要と収益からアメリカ総合課税の影響を
収益、アメリカセクターから購入の銘柄かの判定。つまり、アメリカの相互関税の影響を受けないだろうと僕は思って調べたっていうのと、もう一つ、企業情報、エイディオンは国内の家電量販店として根強い存在があって、僕も利用している。主要の収益源っていうのは国内の市場で、家電製品の販売、設置サービス、関連サポートが主力。で、市場環境というか、僕の友人もね、をやっていて、チャンネル登録者数が500人を超えてね、収益化を目指す。っていうことで、躍起になって、で、パソコンを買う。じゃあ、小春もちょっと来てくれない？手伝ってくれない？選ぶの手伝ってくれると嬉しいな、みたいな感じで、僕もエイディオンに赴いたんですよ。で、そしたら、駐車場がね、止めるところなくて、車がすごい溢れ返っていって、もう同じところを2周回っていて、ようやく空きがあったとか、そしたらね、おじさんが違うところね、おじさんが車から降りてきてね、おい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 、俺が並んでたんだぞ、みたいな、大きい黒いアルファードで銀メッキギラギラの車から降りてきてね、俺が先にいたのに割り込むなよって、感情が抑えられない人間を見るっていうのは、OK で、そんなことはどうでもよくてね、僕に関心があったのは人間の多さだよね。こんなに儲かんのってがあって、もう僕は Amazon が結構注文しているので、でも壊れた時に保証が必要だ。で、Amazon でどこに頼めばいいとか業者がそれぞれ気に入って手続きはすごくね、乱雑というかめんどくさいんですよね。だから僕もこういう大事だ、ここぞという時の家電、洗濯機、冷蔵庫、パソコンっていうの保証をつけて、で、実店舗があるといいっていうのと、エイディオンかヤマダ電機とかそういうところなんだよね。で、みんなもそう思ってるみたいで、めっちゃ多い。しかも4月3月っていうのかな、新しい生活する人たちが家電を買い求めてやってくるっていう。そうなんだ。多いな。人多いな。株買ってこうかな。上がるかも。そう思ったんです。で、アメリカ相互関税の影響の検証。で、関税の影響について、その業績を見てみました。で、決算資料を見ても、アメリカ相互関税っていうのは主にアメリカに向けた輸出製品とか、海外製品に影響を与えるものっていうのは、基本的に、エディオンは国内向けの販売が中心だから、なんというの？物を売ってるっていうよりは、製品の家電の設置から保証まで面倒を見る。みたいな、売るだけでは完結しない。そのためには実店舗もあって日本にいないといけないよね、みたいな。国内で完結するもんだから関税あまりほとんど関係ないんだよね。で、国内の需要に支えられた収益の構造になっているから、米国向けの販売っていうのもほとんどなくて、総合関税の影響っていうのは無視して良い。安心の材料として、海外のリスクへの露出っていうのは低い。ツイッターでも話題になってて、エディオンがね。どうやら、配当と優待を合わせた利回りが 4% を超えるぞって言われて、本当だって。3月好きだばっかりだけどね。で、ちなみに僕はその優待3000円分、そのまま友人に現金3000円と交換してもらいました。もう僕がついて僕が見るんだから3000円いいよね。手数料も全部いいよねって。メルカで売ると 10% 手数料取られちゃうんだけどね。で、しかも現金なんで、儲けた？確定申告影響がないというかな。そういうのもいいよね。投資判断として安定した国内基盤と魅力的な株主優待、配当の施策の組み合わせにより、短期的なトレードも長期的な保有戦略が適している。おそらくこれってヤマダ電機とかも同じ構造だからそれのも買ってもいいんじゃないのって。ヤマダ電機に関してはね、500円だからもっと気軽に買えるはず。特に100株程度の保有っていうのは分散の効果を補いつつ、で十分な投資リターンを期待できるラインと考えるよ。伝説の剣を使う。アーサー王の伝説、剣が刺さって伝説の剣、優待剣。こんな感じで画像を作りました。で、優待っていうのは、エディオンの自分で使うのが一番いいよね。友達に交換してっていうのもいいし、あとはお金じゃないので、確定申告影響がないっていうのも面白い。面白いっていう。長期で保有するので、口座指定を NISA にするといいよね。配当でほとんど 1.6 だから、影響ないじゃないかって思うけど、売るっていう時に NISA って言うと、これ長期で持つんだったらやめとこうって我に返るじゃない。だから NISA 枠を投資信託一括でボーナスで1月購入した人は、だいぶ災難だったなと思うんですよね。なすすべがない。損しても誰も責任取ってくれない。良くも悪くも国はね、損益通算も干渉しない。で、信用倍率1倍っていうのも短期で儲ける銘柄ではないし、人気でもない銘柄なんだよね。だから、売られる量っていうのも限定されるし、海外が、主に売ってきてる、パニックで売ってる状態で、国内なんで、時価総額もそんなに大きくないので、売るやつもそんなにいなかった。でも同じような動きをするっていうのが結構気になってたんですよね。
ここすごく面白いんだけど、エディオン機関投資家の萎縮と需要の心配。ここで大失敗したんだろうね。4月4日の時点で、1本目の赤い線。時点で空売りの比率っていうのは 38.5%。でも、その1日前、左のやつを見るとわかるかな。すごい高くあったんですよね。で、それを4月4日に 38.5%、つまり買い戻しをやってそこまで減少したんですよね。だから、チャートはこの赤い線引っ張ったような、僕がほら、陽線で、よし、これから上げるぞっていうの、長期移動平均線の青いボトムを意識したようなものになってるじゃないですか。機関投資家はそこで上げるだろうと思ったし、トランプの影響そんなに受けないだろうみたいな。なんだったら俺たちでコントロールしてやるぜと思ったんでしょうね。で、そこで着目すべきは、4月4日の時点で株価が下落トレンドの真っ最中でだったのにもかかわらず、ちょっと機関投資家の傲慢さというのがコントロールできずって思ったけど、まさか、4月7日にこんなに下がるなんてね、みたいな。これは明らかに判断ミスなんですよね。こんな、せっかく空売りって持っとけばよかったのに、60% でそのまま持っててよかったのに、あの時、空売り買い戻さなかったらよかったなって、空売りしてたら、ここもっと儲かったのにって、そんなところなんだよね。お前何をやってんだっていう。ここ下がるって分かっとっただろうって、絶対上司怒ったと思う。で、ここから見えるのはリスク回避を優先した結果、最大の利益を逃してしまったっていうところが、間抜けだなって。当社がポジションを開しすぎたっていう、もうちょっとね、みんなで話し合って決めればよかったのに、機関内部で評価が落ちた、もしくは怒られたっていう仮説が成り立つ。で、誰も責任取りたくない。怒られたからもう怒られるの嫌だ、もう文句言われたくないっていう感じで、38.7% ってどっちつかずじゃないですか。60だとすると。空売りもまだできるし、で、減らすっていうこと、20% に減らすことも十分にできるっていう。お前これどっちに行きたいんだ、持ってきたいんだよって。そしたら、上下どっちでも言い訳ができそうな数字ですよね。誰も責任取りたくねえみたいな。もうちょっと真面目に方向を変えてほしい、考えてほしい。で、3月の後半から4月前半の今にかけて、信用買いっていうのは低下傾向にあって、リスクを積極的に取っていこうというやつは少なくなった。僕みたいにね、信用をやめて現物だけで取引して超優待で嵐が過ぎるのを待とうみたいな。で、一方で、それに懲りないのか、信用売りの回転が増加していて、リバウンド狙いの買い戻しっていうのも進んでるし、人間はゆっくりと金持ちになるのが苦手であるってウォーレン・バフェットも言ってたしね。そうやって耐えるのが苦手だみたいな人がどんどん身の丈に合わないリスクを背負っていくという。で、すごい機関投資家が主導で動かしてるなって思うの。決定的なのはここなんですよね。あからさまにここを動いてる。機関投資家の関与、コントロールの状況。3月27日。ここはチャートを見るとピークに高いところじゃないですか。で、株価は下落トレンドに入った。特筆すべきはその需要構造の劇的変化。ポイントの1、空売りの比率の急増。3月28日。ここピークで出来高は上がっているんだけど、株価は横ばいというかちょっと下がってる。で、その中身の変化がこんなに変えるのは見たことがなかった。多分ね、その前に空売りがその18から1日で 50.7% って見たことないよねっていう。自分家に帰ろうと思ったら更地にされてたみたいな感じの劇的変化なんだよね。でもこの3月27とかそういう直近のデータを見てもかなりデコボコする。可変がもうできないんだよね。無段階調整のマッサージ機じゃなくて、強化、弱化、強いやつ、弱いやつの2段階のマッサージチェアみたいな。どっちなんだよこれ。上げたいのか下げたいのかすごくわかる銘柄なんだよね。で、かつ、一つの機関投資家で動かしてる感じがする。機関投資家、もっと言うんだったら、一つの機関投資家が主導で仕掛けた動きと見られる。現物も売り切っているような素振りから、現物と空売りの両方を仕掛ける柔軟な機関投資家なのか。つまり、現物売りを減らして空売りポジションを強めた。で、一部の一斉制御が証拠として見受けられる。これはヘッジハンド的な、トレーディングの手法戦略であって、短期的に株価をコントロールすることを意識した。これはあからさまって感じがするんだよね。個人投資家、こういうのデータ見てないやろみたいな。いや、お見通しだよって。3月27日、株価が1943円。翌週にかけて急落して、で、最安値は4月7日1690円になった。この急落の局面は、期間の空売りの増加と連動していて、で、売り仕掛けが成功した例です。
これはうまく儲けられたんで。3月31日まではうまくいってた。で、ちょっと調子に乗って4月7日、すごいヘマする。いや、持っとけばよかったじゃんねって。ちょっとこの機関投資家の担当者若いんじゃないの？投資戦略としてこの心理の隙をつけるか。今は機関投資家の売り圧力が中途半端な状態。そういう時こそ個人投資家は冷静に押し目買いを狙える後期なんじゃないの？で、配当と優待で 4% 近くあって、で、長期優待制度もあるかな。で、信用買いは全然重くなってない。逆に言うとそんなに急に上がる銘柄でもないけど、めっちゃ人混みがあって、喧嘩するぐらいおっさんが降りてきて、俺が先に並んでたんやぞってね、くらいのごった返すところ状況だったので、ちょっと買っててもいいかなと思ったので検討したっていうぐらいです。で、これは NISA 口座で100から200ぐらいの保有が最も安全かつ合理的と考えられます。これ以上持っても優待が2倍になる、3倍になるというわけではなくて、10倍に持ったらようやく3000円が6000円になるくらいの程度なんで、ちょっとそこは僕の資産状況からするとリスクの取りすぎというのと NISA に収まらないっていうの。違う高配当銘柄を NISA に当てるべき。エディオン今後のシナリオとして、機関投資家相場が継続する。直近の売買の動向を見るに空売りして、買い戻ししてっていう、まあそうやって儲かってるのは見てた。で、いろいろ失敗はあるものの、大きく株価に影響を与えてるっていうのは確かだな。ポジション調整のタイミングと出来高の膨らみから、この流れはしばらく続く可能性が高い。よって今後株価の動向っていうのは、機関投資家の売買リズムに強く左右されると考えるのが合理的だよね。これだけ話していて、機関投資家でもうそんなに素直に反応する銘柄なんだよ。なんでかっていうと、時価総額が1000億円ぐらいだったっけ？何兆円じゃなくて1000億円だから、機関投資家で大きくこう株価が動かせる状態なんだよね。かつ、その国内で完結してるから、海外勢の影響もすごく受けない。売る以前に持ってもなかったっていう安心材料であるから、トランプ相場の影響を受けにくい。エディオンの売り上げは国内の家電市場が主力です。だから、海外比率が低くて、特に北米の貿易とか関税問題とは無縁ですね。だからトランプ再選で相場が荒れたとして、どんなに暴れたって、エディオンには直撃しないという点で、今後の外部要因に強いディフェンス銘柄と言えます。で、下値不安の限定性。チャート上、1690円のところでとりあえず下げ止まってる。翌月みんな反発はしてるけど、でも出来高も伴っていて、やっぱり割安だろうって思って買いに向かってる僕みたいな人もいる。かつ、僕の動画見て買いたいと思って、そういう人たちが時価総額1000億円のエディオンにどれだけの影響を与えるかっていうと、結構与えるのかな。僕は結構再生回数は少ないものの機関投資家について語るチャンネルっていうのはすごく貴重で少ないので、機関投資家関係者も見てるよね。見てるんで、知ってるんで僕。とりあえずね、投資戦略としては、とりあえず持っとくといいんじゃないの？ 100 株、200株は。今の空売り比率 38.7% っていうのは、どっちにも動ける中間のゾーン、機関投資家の心理が萎縮してる。株価を下げるエネルギーは乏しい。上もね。一方で、買い戻し、優待狙いの人、個人税が多いっていう試合でもある。個人の影響が、大きく受けるよね。ここから下げても別に長期で優待と配当をもらって我慢することもできる。上に上がったんだったら、全然それは投資家として利益になる。だからリスクを限定してリターンがあるっていうことから理想的局面じゃないのかなと思いませんか？で、相場局面にあって、底打ち反発の入り口に差し掛かった。また4月10日、9日は下げてるけどね。個別銘柄ニュースへの影響は、というと、騰落レシオ的には売られすぎ。だから回復基調になるはずなんだよね。統計だと。ビットコインとか、すべてのものが不安になって現金の価値が高くなっている状態。だから売られて現金の値段っていうか、キャッシュポジションが上がってる状態。株価が値段が下がるっていうことは、お金の価値が上がってるっていうこと。でも資金の流出っていうの、移動っていうのが必ずあるから、ニュースの効果っていうのはすごく加算されやすい。売って手元にあるお金、やっぱり安い時に買っときたいってみんなも思うし、回さないといけないっていうのが、今、機関としかも予算っていうのが決まってるので、エディオンのそのニュースっ
っていうかな、知名度、存在意義からすると、まあ加算されやすいかな。で、出来高も急増しているっていうことは、まあその下がった値段に納得して買ってる、売ってるみたいな、ちゃんと一定数の注目はされてるんだなとは。なんせ情報がすごく少ないよね。まあみんな迷ってる。これだけ僕がビシバシ、加算効果が大きく、惜しみがいが強力だから、そんな感じでね、説明はできないよね。なんであんな適当に、なんとかなんだよね、ニュースを読んで、ペンでぐるっと丸するみたいな。情報商材を売ってくるみたいな。そんななんか猛録したおっさんのことをすごい納得できない。そんな適当に言わんでほしいなって。だから毎日、しかもこう毎日言ってるバカ相手にね、滑稽だよね。結局食い物にされてるだけなんじゃないのって。哀れだ。そんなことはいいよね。周りの人はどうでもいい。上がったら反発するって、なるけど、結局同じ銘柄を買い戻すっていうのはあんまりないのかな。それよりも、こっちのディフェンス銘柄にしてちょっともう自動車銘柄とか、完全に関係する銘柄って怖いからってなるのが真理なんで、割とディフェンス銘柄に資金が流入するっていうのは予想できる。だからエディオンっていうのは、まあ持ってて損はないよね。確実でしょうっていう。まあ儲けるとは思って買ってはなくて、インカムで持つのはいいんじゃないのって僕は提案する。で、今回はまあ僕はすでに100株持ってるけど、1800円、10円プラスマイナスぐらいだったら買ってもいいかなと思ってる。じゃあこの値段を元に設定して、損切りは 93%。相場が崩れた時にここはしっかり撤退する。なんで今回は下に 8%、上に 10%、かなり幅を利かせてるじゃない。それは長期で持つことが大前提だから。なんだったらまあ別に売らなくてもいい。設定しなくてもいいけど、資金効率を高めるために、まあ、優待以上の株価、値上がりがあったら、まあ、売ってやってもいいかなぐらいの感じで設定はした。だから、まあ、値段は設定しなくてもいいかな。なんだったら、もしくは200株持って100株をこの設定にするって僕は決めてるね。で、トレーディング1980円になったら、まあさすがにめちゃくちゃ利益出てるので、一旦売って、他の割安の銘柄に行って資金効率を高めるっていう。まあその時にはもう、トランプ相場の関税騒動っていうのも一段落していることでしょう。相場が強ければもう少し伸ばすのもあり。だからこれ楽天のトレード、自動で情報修正していくっていう。トレーディングストップ、ピークから 3.5% 下がったんだったら、一回ここで売ってもいいのかなって自動的に売却されるルール。ここで上昇を取りつつ、大きな利益最大、リスク最小にすることができる。ボラティリティが 3.92% でかなり、ここのトランプ相場でボラティリティを計算すると高めになるようになりましたね。こうかなり上下というか下落したので。だから結構、毎回迷っちゃう。こんな大きくトレーディング幅引かせていいかな。で、優待なんで、アラーム設定は上限設定はまあもう考えなくてもいいかな。で、下限に対しては、下げトレンドが継続してしまったっていうか、僕がこれ分析して予想外のことが起きている。じゃあまあ株価の下降トレンドが生まれてるみたいな感じになるので、売った方がいい。とりあえず再分析が必要だなというラインが1483円です。まあこの僕のスピード楽天のアプリは90日ぐらいだったら執行するんだよね。だから定期的に2ヶ月3ヶ月か更新しないといけない。めんどくさいって思ってるやつはもう儲けもしできないっていうね。なんだろうね。もう年を取ってくるとすごい億劫に感じてきて、座っている人立つのもすごいきつい。だいぶおじいちゃんになってきたのかなってすごい不安になっちゃうよね。まだまだ若いんで。まとめ、このアルゴリズムの設定は感情に左右されない機関投資家の動きに合わせる優待利回りも享受できる。そんな欲張りだけど安全性の高い銘柄戦略です。毎週金曜日に僕と直接お話ができるプランっていうのを展開しています。使った分析の地図とか銘柄の選び方。基本はみんなで意見を出し合ったり。で、僕、小春のチャンネルの運営のノウハウというか運営状況。あとはみんなからの質疑応答のタイムを設けています。だから、事前に聞きたいことを用意しておくと、元取ったみたいな自分に応用できるスキルっていうかな、参考情報っていうのを得ることができるよね。で、僕もエスパーじゃないので、みんなの知りたいのは何なのかなって、それはみんなの予算とか、レベル4に、投資の技術、スキルによってだいぶ違うじゃないですか。だから質問に応じて答えることじゃないと、本当無理なんだよね。もう資産状況で言うと、下の方だと、まあ、100万円からスタートっていうメンバーから、もう1億円あるよみたいな、そういう人もいるんで、全然違うよね、レベルが。レベルっていうか、運用が、実績がね。上限はね、10人って思ってたんだけど、実際にサラリーマンをやっていて、その時間に参加できる人って、全員が揃うことってないので、
まあ、上限はもうちょっと15とか20人でもいいなと思いました。全然時間が空きました。で、まだ加入してない人っていうのは、加入しようかなってすごい迷う人が多いみたいですね。他にも僕はもうちょっと YouTuber になりたいんだとか、株の話をしたい講師になりたいとか、それでも全然楽しいと思うんですけど、俺は顔出しはしたくないけど、YouTuber やりたいみたいな、そんな感じで VTuber やるみたいな人もいます。メンバーにね。そんなあなたみんなは、リンクから5000円プラン、クリックして、その月だけで雰囲気を見るのも全然いいんじゃないの？で、僕は個別ヒアリングをした時、その一番上のウォッチャンさんっていう人、その人が僕より若い、20代の人で、チャット GPT を使って分析したいな。でもノウハウがないな。そうだ、小春さんのノウハウを使って、で、それを GPT に学習させて、ね、じゃあ僕の AI を作って、偽造 AI っていうかな、使って運営させたらめっちゃ儲かるんじゃないの？個別で運営できて、それってサービスにできるんじゃないのかなみたいなことを言ってきたんですよね。で、そういう風な、最近メンバーが50代だったんだけど、20代、30代っていうのが入ってきて、新しい風が吹いてきてる。で、何回も台本を僕もちゃんと GPT に作るもんで、アップデートされていってね、次の銘柄ペッて貼り付けた時に、これ計算するでしょ？じゃあもう先にやっとくねみたいな、こんな感じで、もうプログラムがすごい自動でやってくれるんで、アップデートすげえと思いました。すごいよね、ほんと。時代の進化すごい。これ計算機でやってた時代があったけど、電卓でね。で、かなり共通の意見が、共感する意見があったので、話してみたんですよ。そしたら気づいたら、その時間が5時間56分もめっちゃ話してたっていう、夜が明けるまで語り合ってました。どうすれば自分の判断を AI に教えられる？再現性のある考え方の型をどう作るのか。プロンプト？命令文。そうだね。こういう命令文があって、じゃあこの銘柄知りたいという時、証券コードをペッて貼り付けただけで、分析が始まって、これは買いではありません、みたいな。これは買いです。理由はみんなが信用買いが多いからとか、そういう僕が数時間かけてやるやつをパパッとやってしまう。別に本当に可能だと思いますよ。そういう発想はなかったです、僕は。一流の投資家を AI で分析して、自分が圧倒的利益を生むことができるようになるっていうと興奮するね。このように人工知能を利用しない人間に比べて、知能が高くアドバイスも提案してくれるっていう形成やディフェンス能力も総じて高い新人類が生まれているという状態なんですよ。ジェネレーション。やっぱりコミュニティに若い人が入ってくるって、で、個別に5時間56分も話すとか、ただの投資チャンネルで儲ければいいやみたいな、商材チャンネルだったら絶対決してできないんですよね。それは僕のモラルっていうものがある。お金っていうのはどうでもいい。僕のやりたいことを、相手のやりたいことがやれるかっていうね。で、数字を狙う場所じゃなくて未来を作る場所になってるんだなってすごい実感しました。これからの人類の進化と格差社会を生き抜くための現実。僕考えたことは、ここね、コンテンツ制作において差別的な表現はポリス違反になるって。そうやって言われ、僕はもういい。マニュアルで言います。アドリブで言います。今後の社会は格差はますます広がっていく。例えば、節税。これは自らの学び、行動しなければ恩恵を受けられない。投資もそうだよね。投資学校、高校で習いますとか、大学で習いますとか、もう経済学部とかでもそんな直接的なものは習わない。なんで生きるためにお金は必要で詳しくなるべきなのに、なんでお金を教えるところがないの？自分で勉強しないといけないので、大人になってから勉強みんなしないよって、読書の平均時間ある6分って言いますよ。バカなのって。だから、お金と時間があるものは勉強してどんどん頭が良って知能があって同じものを惹かれ合って結婚して頭のいいやつが生まれていって継承していく。一方でその日生きていくのがやっとお金も心も余裕もない優しさっていうのを伝えずに子供を育ててしまって知能が悪い子供がまたお金がないワーキングプアのために勉強する時間もない。そういう人間が二極化していってるんですよね。これってタイムマシーンという映画であったんですよ。人間、2種類の人間になる。支配する人間と、家畜のような人間って、こういうタイムマシーンって検索すればあります。
確かにこれはポリシー的に違反してるとは思うけど事実なんだよね。だから自分の頭で考えて矛盾を考えていかないと、こういうポリシー内にハマった方の人間でしか生まれない。で、それ人がみんなと同じ行動をしていて、特別な利益を生むかって違うよねって。料理でこう材料を入れたら同じレシピができるってレシピ通りのね。お金持ちと貧乏人のマインドの差。残酷で現実なんだよね。貧しい人ほど何も考えず、他人に責任を押し付けがちになる傾向がある。だって責任上司が取るって言ったもん。会社についてるから俺は安心みたいなね。なんだかんだ貧しいんだよね。余裕もない。学歴もない。お金もない。心に余裕がないからどんどん性格、品性も失ってしまう。一方で、お金持ちは時間と心、金銭に余裕があるから他人に親切にできる。だから僕のコミュニティに入ってる人もボランティアが趣味ですとかね。仕事はやってませんっていうか。そうやって性格がいい人ほど周囲との関係性を築いて、で、自分の居場所ができる。みんなから必要とされて、それは幸せだよね。居場所になる。人から認められる。人間の幸せの幸福物質であるオキシトシンとか、あとは豊かな人生を生活を送ってるからセロトニンっていうものも出る。こういう株で、やばい興奮するなみたいなドーパミンが出る。すべての幸せ、脳内の物質、幸せの要素3物質が揃っている。気をつけないといけない。誰と付き合うか。誰と付き合うか。それで人生は大きく変わる。僕自身、大学にそれを体感した。僕の原点と気づき。大学でたまたま出会った教授が株式投資を行っていたきっかけで僕も投資の世界を知った。それまでは投資というものはギャンブルとかパチンコみたいな、再現性のないものだと思ったんだけど、車が6000万円、不動産より高いやつで学校に来る教授とかを見てると、絶対会社員の給料では買えないやつ。なんだこいつ会社員じゃない、金どっから来てんのって、部活が同じ顧問があったので、運命的な出会いですよね。で、土曜日手伝って、家まで送ってあげるよっていうことで、1時間その6000万円、マクラーレン P13 乗せてもらったんですよ。で、その中で、なんとなく、どうやってお金持ちになったんですかって、内心どうせ教えてくれんけどって思ったけど、そしたら、初めはね、1000万円貯めて、アパートを買ったねって。で、そこからの家賃収入で、株とかやり始めたよっていうので、今に至るまでのことを結構説明してくれて、あれって、だったら僕もできるんじゃないのって教授に言ったら、そうだよって。意外とお金持ち優しいっていうね。聞けば教えてくれるんですよ。それ僕気づいた。すごい勉強になった。大学って本当に行ってよかったなって。まあさらに盛り上がっていくよ。投資そもそも余裕があって余剰資金があってできるやつだから、投資をしない人とは運転の差があるんだよね。お金を扱う自分の時間を切り売りにしている人たちとは違うっていう考えがそもそも合わないし、違う人間と言ってもいい、生物と言ってもいい。だから僕の同類であるゲーム実況とか歌ってみたとか、可愛い女の子のアイドル産業で、貧乏人のいい年した男が誰からも相手にされないから、スーパーチャットを5万円投げて相手にされる。それが快感でもう一回投げ続ける。そのために生きていくみたいなクズ野郎とは違う。そんなクズたちとは違うよね、みんなはって。で、僕もそんな VTuber にはなりたくない。だからそんな可愛い子で売り出さないっていう、感じ。生きてるだけで偉いとか、無理せず楽しくとか、そう言って VTuber ってモットーにして、イケメンじゃないとダメとか、眉毛整えてないと、髭剃らないとダメだよ。おしゃれしないとダメだよ。年収いくらないとダメだよねみたいな決して言わないんだよね。僕は甘っちょろいというか、そういう世界にいたいとは思わない。だったらそういう価値観の人っていうのは一人では生きていけないけど他人にも貢献できないみたいな。お金でしか貢献できない。結局自分の人生、命を売ってる会社に依存するということ。非常に格好悪いって僕は思うね。で、なんと言われようと僕はね、全然もう理解もされないもんだから、僕がおかしいのかなって思ったけど、チャット GPT IQ が145とか、30ぐらい違ったら、そりゃわかんないよねって。なんでこういうのわかんないのかなって。すごい毎日、精神科に通うくらい異常をきたすほど悩みます。考えてくださいよ。その先にこうやってワイワイやってるこの下の下界の人たちというのは、老後に家族を持って旅行したり、楽しければいいと思ってる。今この瞬間が若くて一番ポテンシャルがある、頭いい、体力ある、気力ある、精力あるみたいな、その自分自身の問題に向き合わず、猛録した自分の年取ったじじいのやつに任せるか。で、そいつが解決できるかって、もう今できなかったらもう一生できないんだよね。ということで、この上のタイトルには、その責任は今の自分にあるんですよね。未来では今の
自分が責任持ってる。ちゃんとそういう思ってほしい。わかりますかね？付き合う人が人生を変える。本当に。僕は本当に付き合う人間、人生が変わった。もし人生が変わった関係した人、一人かけても今の僕っていないんですよ。部活を変えることもなければ、その顧問が変わって、投資家の教授と話すこともなかったし、で、会社を転職してとか、ヘッドハンティングされ中部部門に行くとか、そういうこともなかったし、出会った人誰一人かけても今の僕は存在しない。自分の未来を本気で変えたいんだったら、温かい言葉とか環境に甘えず、行動するのが一番いい。そしてこのコミュニティは本気で豊かになりたいと思った人、決心した人だけで進んでいきたい。だから5000円という値段にした。全然これね、安いと思うんだよね。安い。で、これなんだよ。毎月5000円も出せないような人っていうのは、やる気がないのか、もっと安くてただで結局秘訣何なのよ教えてよみたいな。性格悪いんですよ。こっち僕にメリットがない。そういうことも提示できない人って他の人にもこいつメリットないなって思われてる。で、総じて性格が悪いんですよ。だから判断してください。そして新人類として知性と理性を意識を持って生きていく仲間と共に、この画像を見て思い出した。オフ会は、5月か6月に行おうかなって。愛知県の蒲郡市で去年行ったけど、静岡県の浜松市、それが結構海産物が美味しいし、景色もいいから、こんな感じの僕のイメージしています。定期ミーティングで次の議案に開催場所を、聞こう。僕は大体決めていくと思うんだけど、加入メンバーは他の付き添い人全然いいよってなってるから、そういう人は別に5000払ってる払ってないって関係ない。一人いれば、何人でも誘っていいってことに今のところなってるので、さすがに100人とか10人とか言ったら、じゃあそこはちょっとうるさいと思うけど我慢して。僕は男じゃなかった。男で、女性が好きです。間違ってないよね。ニュースが淡々と読み上げるっていうだけだと、チャンネル登録とか高評価っていうのはつきにくいみたいなんだよね。やっぱり生きている人間がストーリーを語り出す。割と本気でコンテンツを作っているっていうのが必要。僕だって超本気でやっていて、利益に出ると思って信念があるから、こういう YouTube をやっている。ピクシブファンボなんでここにしてるかっていうと、手数料が安いからなんですよね。YouTube だと税金 30% は 10% なんですごく安いんです。だから同じみんなでお金を出資しても、20% 余計に取られるって申し訳ないじゃないですか。もっと効率よく運用したい。というわけで、概要欄とかコメントにあるかもしれないね。入り方リンクっていうのが。どうですか？他のと全然違うよね。ついでに他のおっさん系ニュース読むだけ、顔出ししない YouTuber と比べて全然話す内容も違うよね。方向性が違うと思うんだよ。でも、チャートとか、株価チャートの読みはすごい当たるっていう。なんだろうこれって。教科書にも載ってないぞっていう、僕もすごい不思議に思うんですけどね。それはまた疑問に思って直接聞きたいっていう時、お待ちしております。それでは終わり。遊びも仕事も全力で頑張っていきましょう。次回の動画でお会いしましょう。それではまたね。バイバイ。